はい、今日は語源の知識豆スペイン語編です。スペイン語はですね、本国スペインだけじゃなくてメキシコ、そして中央アメリカの国々、カリブ海の国々、そして南アメリカの国々と数多くの国で話されております。20カ国以上の国で公用語となっている言語です。でこの20カ国以上というのはですね、英語、フランス語、アラビア語に次いで第4番目の数字となっております。今日はそんなスペイン語にまつわる言葉を5つクイズ形式で紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。第1問、スペイン語で赤道。さあ、スペイン語で赤道を意味する国はどこでしょう。この国はですね、赤道が横切っているからこの名前がついていますね。答えはエクアドルです。エクアドル、南アメリカ大陸にありますね。この問題はミラクル9で出題されたことがありまして、一緒に共演していた川島如恵留くんがかっこよく決めてました。エクアドル、首都はキトなんですが、このキトの近くにアンデス山脈という山脈があります。でそこの最高峰がチンボラソです。このチンボラソはですね、標高が6282メートルの山で、19世紀の初めまではこのチンボラソが地球で一番高い山と考えられていました。で実際ですね、ハワイ語のところでもお話ししましたけれど、地球は楕円形だったので、地球の半径が一番大きくなるのは赤道付近でしたよね。なので地球の中心部から最も離れた場所は赤道付近にあるんです。その中でも一番高い山チンボラソがありますので、このチンボラソの山頂が地球の中心部から最も離れた場所となります。はい、第2問、スペイン語でリクガメ。スペイン語でリクガメを意味する諸島はどこでしょう。スペイン語でリクガメを意味するエクアドルの諸島はどこでしょう。わかりますか？正解はガラパゴスです。ガラパゴス諸島ですね。ダーウィンがビーグル号で向かって進化論で種の起源を唱えたガラパゴス諸島です。最近だとガラパゴスというとガラケーが思いつきますよね。ガラケーのガラはガラパゴスです。でこれは、スマホに比べてなんか取り残されているイメージがある方が多いと思いますが、実際は違って、この日本で使われているガラパゴス携帯、これは日本独自の進化を遂げた携帯電話という意味でガラパゴスと使っているそうです。昔は今みたいに海外の携帯を持っている人が少なくて、日本独自の進化を遂げた携帯を使っていました。ワンセグとか、あとお財布携帯とかそうですね。あと絵文字もそうです。この絵文字はですね、世界不思議発見という番組で僕がミステリーハンターとして出演した時にクイズとして出題しました。その時はロサンゼルスハリウッド編で、この映画館で僕が見ている映画は何でしょうという問題でしたね。日本の絵文字は可愛いのがたくさんありますよね。いっぱい。アメリカとかだとこういう記号みたいなやつですよね。ちなみに日本にも東洋のガラパゴスと呼ばれている場所があります。どこでしょう。正解は奄美大島。奄美大島にはアマミのクロウサギだったりルリカケスだったり、日本の中で最も動物の固有種が多い場所だと言われています。第3問、スペイン語で栗の実。スペイン語で栗の実を由来としている楽器は何でしょう。正解はカスタネットです。スペイン語ではカスターニャという言葉ですね。これは栗のイガが割れる漢字が似てるから名前がついてるみたいです。ちなみにカスタネットって僕たちが思ってるのって赤色と青色が合わさってますよね。あれってどうして赤と青とあるか知ってますか？この楽器はもともとは男の子用は青色、女の子用は赤色として作られていたみたいです。でも学校によって男女の数が違うので在庫を抱えることが多かったみたいで、なのでもう赤と青をくっつけちゃおうという発想からこの現在の形になったそうです。第4問、スペイン語で白い家。
スペイン語で白い家を意味するモロッコの都市はどこでしょう？正解はカサブランカです。カサブランカって聞いたことありますよね。でもどこの国かなって思いますけれど、モロッコの都市の名前です。カサブランカといえばハンフリー・ボガートとイングリッド・バーグマンが共演した映画がありますね。君の瞳に乾杯で有名な映画です。この言葉が有名になったのって翻訳家さんのおかげなんです。実際はですね、君の瞳に乾杯じゃなくて Here's looking at your kid って言ってます。 Here's looking at your kid。 これを直訳すると君を見ていることに乾杯って感じなんですが、君の瞳に乾杯というフレーズを思いついた翻訳家さんがすごいです。僕は日本の漫画を英語版で読むことが多いんですが、この表現の変え方が面白いのがたくさんあって、それに出会うたびにすごく感動してます。日本ならではの表現とかがあって、それを英語版にした時に海外の人にも分かりやすく伝えるためにどんな表現するのかなって楽しみにして読むんですが、すごく絶妙な言葉を使ってきますよね。もう発想の転換が才能ありです。他にも Can't Take My Eyes Off You、 これはボーイズタウンギャングさんの曲なんですが、直訳すると君から目を離せないという意味なんですけれど、日本語版のタイトルは君の瞳に恋をしているとなっております。これもなんかグッとくる言い方ですね。あとジャズシンガーって映画がありますね。 You ain't heard nothing yet。 これは君はまだ何も知らないっていう意味なんですけれど、翻訳家の方はお楽しみはこれからだと訳しました。かっこいい。でこの英文がまた二重否定なんですよ。 not の形と nothing が使われてますね。二重否定の例を挙げると、私は何も欲しくないっていう時に I want nothing っていうか I don't want anything っていう言い方をします。どっちかを大体使いますね。でも二重否定だと I don't want nothing と否定形が2個入ってますね。で文法上は間違ってるんですよ。でも言葉って生き物なのでどんどん変わっていくんですね。日本語も変わっていってますよね。全然という言葉は全然何々ないで否定の形で使うのが本来の姿なんですが、全然大丈夫とか全然できますみたいな感じで現在では肯定文でも用いられるようになってきました。二次プロジェクトの韓国合宿でミーヒちゃんが歌ったワンダーガールズさんの Nobody って曲も I don't want nobody って歌ってますね。第5問です。スペイン語で牧草地。スペイン語で牧草地を意味する言葉が由来となっているアメリカの都市はどこでしょう？正解はラスベガスです。ラスベガスに牧草地のイメージはないですよね。でもこれはですね、ラスベガスはネバダ州、アメリカのネバダ州にあるんですけれど、そこはちょっと砂漠みたいなところなんですね。でその中でもちょっと低地にありまして、草木が生えている場所、つまりオアシスです。砂漠の中のオアシス的な場所でラスベガスという街があり、そこに人が集まってくるので観光地として栄えてきました。このベガという言葉がスペイン語で草を表しています。でこれはスペイン語の特徴なんですが、名詞に男性名詞、女性名詞とあるんですね。ベガは女性名詞なので、単数ある場合、単数女性の冠詞ラがついてラ・ベガとなります。でも牧草地複数なので、その時は冠詞が女性の複数の冠詞のラスになってラスベガスとなっております。ラスベガス。似たようなアメリカの都市があります。ロサンゼルスです。アンヘルという天使を表すスペイン語の単語があります。これは男性名詞です。なので単数で表す場合はエル・アンヘルとなります。で複数形の場合は冠詞がロスに変わりましてロス・アンヘレスとなります。英語読みでロサンゼルス。英語だと冠詞がザで統一されてるんですが、男性女性それも単数複数で変わってくるのはちょっと難しいですよね。僕はエルニーニョ、ラニーニャで覚えました。エルニーニョは男の子って意味で、ラニーニャは女の子って意味です。これは気象用語としても使われてますね。気温が上昇していくエルニーニョ現象と気温が低下しているラニーニャ現象。これで男の子、女の子という意味なので、ちょっと理解しやすいんじゃないかなと思います。
はい、語源の知識豆スペイン語編はここまでです。僕はですね、スペインのドラマのペーパーハウスがすごく大好きなんですね。これは犯罪の物語なんですけれど、銀行強盗を企てるんですよ。でも実際に銀行に行ってお金を奪取するような野暮なことはしません。造幣局を占拠して新札を作ろうぜというすごくクレバーな物語なんですね。サルバドール・ダリの仮面をつけてお互いを都市の名前で呼び合うという犯罪集団の物語です。まだ見てない人はおすすめなのでぜひ見てください。それでは。